8月6日、納車して約10ヶ月経ちましたけども、2万キロ突破しました。 S1000R に乗ったインプレッションですね。今回動画でアップしたいと思います。やはり当初インプレで上げた内容通り、もうコーナーリングに関しては勝手にバイクが倒れてくれる、コーナーリングを体感させてくれる素晴らしい戦闘力を持ったバイクになります。これは最初乗った時も今、当初ですね、乗った時のと今は本当全く変わりないですね。S1000一度買って最初の頃ですね、5000から1万キロぐらいの間に一度トラブルを起こしております。最初ですね、ラジエーターの液が漏れていたんですよね。マック先輩に教えていただきました。スヨポンのバイクなんか漏れてるよとあれですね、最初はまあオイルかななんかなって感じで、このラジエーターのポンプが故障してて修理ということで、早速購入した販売店さんの方に持っていったらスムーズにですね、対応していただきまして、エンジンが焼き付く寸前だったかもしれないですね。本当、この原因をですね、教えていただいたマック先輩にすごく感謝しております。それ以来は全くトラブル等は一切なく走っております。一番長距離走ったのは鹿児島県の志布志港から出るサンフラワーに乗って大阪港から九州方面へ帰るルートで明石大橋四国横断して山口長崎が一番今までの中では遠かったんですかね。そういえばですね、広島の世界遺産に厳島神社がある宮島にも宿泊したりして、この2万キロの中ではすごく思い出がいっぱい詰まっております。2番目にトラブルがあったって言えば、1万5000キロになったとタイヤ交換に行く前日ですね。普通に念のために後ろのタイヤとかですね、パンクしてないか、なんか刺さってないかと思ったら、見事にど真ん中に大きい釘がですね、刺さっていました。快適に運転できるのは、発進時はこのクラッチは使いますけども、あとはシフトアップダウンにかかわらず、ほぼこのクラッチを握るっていう作業が、ありませんので、このクイックシフターの役目っていうのは代々に通ってすごく負担軽減にさせてくれる一つの大きな利点ではないでしょうかね。これがあるとないでは、スクーターってはちょっと大げさかもしれませんけども、それに匹敵するぐらいストレスがないので、セミオートマですね、本当セミオートマのような感覚でシフトダウンアップができるので、これは本当素晴らしい特性を持ったバイクではないでしょうかね。クイックシフターってだいたい 2,3 年ぐらい前から実際に使ってみたら、もうその日からですね、その2、30分運転した時からスムーズに、もう何の違和感もなくククッと新車当時から今現在2万キロ超えた状態ですけども、新車当時と変わらない素晴らしいと感じています。あとこのサスペンションですね、ロードとハードとありますけども、このロードモードで走行する方がこの路面のデコボコしたこの振動をですね、減水力をしてくれて疲れが少ない一つの要因だと思います。あとはパワーモード、レイン、ロード、ダイナミックプロありますけども、通常はもう私はダイナミックに設定したままの走行ですね。体感としてはあまりわからないですね。ここまで極限にエンジンを引っ張るようなことはしてないのであまりわかりませんが、レインでもダイナミックでもあまり体感としてはそんなわからないぐらいどれにパワーはあるんじゃないかなって思いますね。
それとこの旋回に関してもハンドル角がよく切れますので、U ターンなんかするときもですね、小回り効きます。よく曲がってくれます。あとこのエンジンですけども、上り坂になってもですね、この6速5速高い電液で取り扱いできる滑らかな出力対応してるんじゃないでしょうかね。実燃費はですね、リッター16キロです。16キロ。リセットしたことないんですけども、2万キロ走行した時点でもこの燃費っていうのはもう16キロですね。高速乗ろうが街中乗ろうが、私の場合の走行ですけども、リッター16キロでほぼこれは変わりないですね。確かに高速道路、高速走行で安定した形になればもうちょっと伸びるかもしれませんけども、平均的な燃費っていうのは16キロですね。この手の、バイクにしたら普通ぐらいなんでしょうかね。あとこの夏場ですね、昨年のお盆前に乗って購入して、その時から今現在6月末になりますけども、このエンジンの熱さっていうのはもうほとんど感じないと言ってもいいかもしれませんね。気温が約25度を超えてくるとラジエーターファンの方がよく信号待ちなんかですとよく回るのが感覚としてはあるんですけども、エンジンの熱ですごく嫌な思いをしたっていうことは一度もありません。ただどっか都心部ですね、ものすごく渋滞の場合は別だと思いますけども、あとはこのブレーキですね、フロントレバーをするとこの H っていうこのグリーンのですねランプがつきますけども、多分後輪だと思いますけども、ブレーキがかかって坂道発進なんかも、運転の方をアシストしてくれます。皆さん一番乗りやすい時期はいつですかね。好きな時期ってありますか？やはり、あんまり暑くも寒くもないような時期がいいんでしょうけど、私は結構この夏場好きですね。ちょっと汗ばむぐらいで走る時の方が、寒い時よりもはるかに心地よく、バイクを走らせることができるんじゃないかなって思います。自然を肌で感じながら暑さ寒さを体験できるっていうのはバイクならではのことではないでしょうかね。このバイクを通じて、私が一番良かったのは、私幼い頃から喘息持ちでですね、小児喘息を患わっていたんですけども、バイクにリターンしたことによってその喘息発作が今のところ約2年間一度ももう発作が出ておりません。それは本当奇跡的ですね。バイクで自然治癒した、お金では買えないですね。身に染みて思いますね。もう全く疲れないですね。むしろ疲れない。今最大の原因は何かというと何だと思いますか？車両の重量じゃないんですけども、これですね。クルーズコントロールがあるので、疲れっていうのはもう多少はありますけどね、その普通になるっていうことはもうほとんどないですね。ポジション的にはもうこの手のバイクの中ではあまり他のバイク乗ったことないからですね、わからないですけど、他のインプレの動画を見る中でもすごく高評価を得ているのは、どんな方が乗ってもオールマイティにいいようなポジションになっていると思います。それで最後にまとめをですね、行いたいと思います。車両経費、これはオプションはエンジンスライダー、ラジエーターガード、オプションはですね、その2点だけになります。あとは1000キロ点検ですね。その時にはオイルとエレメントを交換して18,000円。5000キロの点検で5000キロでオイル交換、エレメント一式で18,000円。1年点検もしくは1万キロ点検
こちらはメーカーさんの方でですね、初回で多分代金をいただいている兼ね合いで、これは無料ということになりました。ただし、オイル交換はまたエレメントとオイル交換で1万8000円。1万5000キロの時点で、今度はエレメントは変えずに、これは二輪館さんでオイル交換で8000円。また、この2万キロ点検では、皆さんいくらかかったと思います？プラグを変えるのかな、なんかなとかいろいろ思いながら行ってみましたら、なんと代金は8800円でした。気になる一番かかった費用は何といってもこのタイヤ交換でしたね。3社ちょっと見積もりを取ってみて、一番安かったのが二輪館さんですね。フロントリアバトラックスのS22 に交換して、ね、7万円という価格になりました。ちょっと1万円ぐらいですね、他社さんと比べたら浮いてきましたので、二輪館さんの方ではパンク保証、これに加入してですね、どちらかですね、フロントかリアがパンクした場合でも、前後新品になるという保証に入りまして、7万6000円で介入いたしました。また次回ですね、今度は3万キロになる場合は、その他消耗品の部品のですね、パーツ交換があるので、それなりにはかかりますよというふうに、おっしゃっておりましたので、またその3万キロになりましたら、機会がございましたら、またご報告を上げさせていただきたいと思います。今回は最後までご視聴 S1000R どうもありがとうございました。またの機会もぜひつよぽんチャンネルよろしくお願いいたします。ありがとうございました。